ある漫画作品に登場する空母を思い浮かべる方も多いかもしれませんが、伊吹という名を持つ航空母艦がかつて日本で建造されていたことはあまり知られていません。今回ご紹介するのは1943年5月21日に進水した大日本帝国海軍の航空母艦伊吹です。伊吹はもともと最上型の発展型である鈴谷型重巡洋艦の設計をさらに改良した海鈴谷型として重巡洋艦として竣工する予定でした。しかし1942年6月のミッドウェー海戦で空母4隻を喪失したことを受けると、しばらくして空母へ改装されることが決定します。ところが戦局が急速に悪化し、空母自体の戦略的価値も低下したため、伊吹は竣工することも叶わず終戦を迎えることになってしまいました。この動画では復元された伊吹の CG モデルを用いながらその特徴をざっくりと解説してまいります。伊吹の全長は205メートルで、一見すると雲龍型空母の全長220メートルと同じくらいの大きさに見えます。しかし実際の基準排水量は12,500トンに過ぎず、空母としては小型な艦でした。艦載機としては新型艦上戦闘機烈風と同じく新型の艦上攻撃機流星によって構成されました。これら新型機は小型空母での運用は難しいとされましたが、最終的な搭載艇数は27機と決定されます。伊吹の艦用を一言で表すなら、小さな雲龍型空母といった印象ですね。特に各スポンソンや張り出しなど直線的なデザインが目立つため、雲龍型空母の3番艦葛とよく似た特徴も見られます。この直線的な形状は生産効率の向上を狙ったものでした。さて、伊吹の最大の特徴は日本の小型空母でありながら島型環境が設置されている点です。従来の日本の小型空母では環境を持たない平甲板型空母が一般的でした。しかし航空機の運用や対空戦闘においても視界の悪さは問題で、例えば随砲では艦の原則に防空指揮所を原則から張り出した位置に設置しています。対して伊吹では中型空母と同等の島型環境が採用されたことにより、これら視界の問題を解決しているのです。搭載された電端は215号電端と今回は推定しました。環境は艦載機の進路を妨げないよう極端に原則に寄せて設置されていました。ただこれにより環境はさながら断崖絶壁な感じとなっております。伊吹の格納庫は一層式の構造でした。ただ高さは 4.95 メートルが確保されており、これはアメリカの空母に匹敵するものでした。また機体をクレーンで吊り上げて収納する飛行機吊り上げ用誘導機場も設けられているなど、米空母に似た格納方法も構想されていました。格納庫には17機の新型機を収容し、残る10機は露天軽視で対応する計画でした。搭載艇数自体は小型空母の域を出ませんが、同様なコンセプトを持つ米海軍の軽空母インディペンデンス級に比べても格納庫面積は約4割広く、飛行甲板も1割ほど大きく設計されていました。ただこの空母としての有力な性能を確保するために、伊吹はいくつかの設計の工夫や代償も存在していました。一つは広角砲の貧弱さです。通常の日本の空母なら片舷2機から3機が標準的でしたが、伊吹には片舷につき1機が搭載されたに過ぎません。しかもこれは新型とはいえ8センチ連装広角砲で軽巡洋艦に搭載された小さなタイプの砲でした。これは広角砲の射程圏内の敵機は護衛の艦に任せて重量物の搭載を避けるという意図がありました。その代わりに機銃などの装備は充実しており、25mm3 連装機銃は16機に加えて噴進砲も合計4機が搭載されています。この 25mm 機銃は設置位置が高く、機銃を旋回させれば反対側へ広い範囲に射角を取ることができました。これは伊吹の機銃配置の大きな特徴となっています。また射撃式装置も大型艦クラスで2機から3機の機銃を遠隔操作でコントロールを行うことが可能でした。速力は従順時の34ノットから29ノットに低下しており、インディペンデンスに比べても2ノット程度遅い速力となっています。これも重量の削減のためにボイラーやタービンが減らされてしまったためで、機関出力は15万2000馬力から7万2000馬力にまで低下しています。4軸だったスクリューも2軸推進へと減らされており、推力の低下を推進機のピッチを小さいものに変更することで対応を行っています。船体防御は従順時代からそこまで変更されておらず、
他の商船階装空母に比べると堅固でした。また、船体には復元性を補うため、原則に武骨で大型のバルジが設けられていました。これにより、従順、最上や鈴屋とは異なる印象の船体となっています。このように船体からして、伊吹には従順時代の面影はほとんど見られないためか、マニアの中では有名艦という立ち位置にもかかわらず、伊吹のプラモ化は未だ叶っておりません。次は伊吹の艦歴についてご紹介します。伊吹は、戦時の消耗補充を目的として立案された丸9計画に基づき、海鈴屋型従順洋艦として建造が決定されます。起工は1942年4月頃、ミッドウェー海戦のわずか1ヶ月半前のことでした。海戦の敗北後も、起工直後だった伊吹の建造は継続されましたが、従順洋艦の船体では空母としての適性は今一つと判断されており、空母以外には輸送艦や高速給油艦として転用する案も検討されました。しかし、雲龍型や次世代空母、海大砲型の建造計画が縮小されると、伊吹を空母として完成させる必要性が高まっていきます。こうして1943年5月、300号艦は進水し、正式に伊吹と命名されました。当時の帝国海軍では実戦的な空母用カタパルトの実用化はされておらず、小型空母では大型化した新型機の運用は難しい状態でした。1944年以降、カタパルトを搭載した軽空母を用いるようになった米海軍に対して、小型空母の運用で大きな遅れをとってしまっていたのです。ただ、これは離陸促進ロケットという異なるアプローチにより解決される予定でした。離陸促進ロケットはその名の通り、艦載機に取り付ける補助用の使い捨てのロケットで、この装備により小型空母でも大型化した艦載機の実践的な運用が可能となる見込みとなりました。こうして、同年8月、軍令部は空母改装の基本方針を策定し、10月には伊吹を正式に空母へと改装することが決まります。11月には、軍艦伊吹船体部改装工事要領で設計がまとめられ、12月からは呉から佐世保へ開港の上、改装工事が開始されます。竣工は1945年3月になる見込みでした。しかし、造船所の稼働余力はすでに限界を迎えており、1944年、マリアナ沖海戦やフィリピン方面へのアメリカ軍の侵攻により、空母機動部隊そのものの存在意義が大きく低下してしまいます。それでも信濃、笠木、そして伊吹の3艦のみは改装工事が継続されましたが、伊吹の工事の進捗は遅れ、竣工予定は1945年8月へと5ヶ月延期されました。しかし、信濃は書類上の竣工間もなく沈没し、1945年2月には南方航路の制海権が完全に喪失すると、機動部隊の再建は諦められてしまいます。こうして1945年3月にはついに伊吹の改装工事も中断されてしまったのです。この時点で伊吹の工事進捗率はおよそ 80% と推定されています。4月には再工まで佐世保鎮守府にて保管との指示が出されますが、結局、建造が再開されることは叶わず、そのまま終戦を迎えることになったのです。同様に高性能機として期待された竜星は空母艦載機としては実戦投入されることはなく、烈風も量産機が1機完成したのみで、活躍は叶いませんでした。離陸促進ロケットも空母での実戦での運用はなく、こちらも幻の発艦方法となってしまいました。最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。今回は空母時代の伊吹のみの復元でしたので、ざっくりとではありますが、動画を作らせていただきました。CG モデルや伊吹についての詳しい情報を知っているという方は、ぜひコメント欄で教えていただければと思います。それ以外のコメントも大歓迎です。また、宮部さん大日本帝国海軍の戦艦 3D 図鑑は、電子書籍版も発売しております。ご用命いただけますと嬉しく思います。こういった分野に興味がございます方は、我がチャンネルの登録もよろしくお願いいたします。それでは皆様、次の動画でお会いいたしましょう。せんねせん、さよなら、バイバイ。